ーラみんなどうしたあれなんなのほんまやな。気持ち悪いグッズをつけるほらお久しぶりでなんでそんなみんなコロナになってたんですけど元気になりました。元気？今から業務スーパーに買い物に行ってきます。オーほらラ今日は食べ物とか紹介してはい、業務スーパーでいっぱい買ってきたんで紹介していきます。はい、まずこっちからいこうかな。よいしょ。まずははい、ちょっとこれどうぞさっきあれからいこう。じゃあちょっとこれ冷凍庫入れなあかんから。はい、まずフライドポテト1キロです。みんなポテト好きなんで業務スーパー行ったらだいたい買ってます。1キロもあって200円ぐらいかな。ちょっと値上がりして多分230円とかそんな感じになりました。1キロあるけどすぐなくなります。なんではい、次。豚肉、牛肉の合いびきミンチ。よく晩ご飯でミンチ食べるんで、いつもだいたい買います。で、ごめん。次は、オニオンリング。これももう、揚げるだけで、いいやつなんですけど、多分、マーロンが好きなんで、パパ好きやんな、これ。好きなんで買ってきました。オニオンリングです。よいしょ。あと鶏の胸肉。いつもはもうちょっと大きいパックのやつを買うんですけど、業務スーパーに行ったら。でも今日はちょっとこの大きいパックのがもう売り切れてしまってたんで、2つ入ったやつを買ってきました。そう、ちっちゃいパックの。ちっちゃいパックの。ははい、次はこちら。じゃん。でかい。豚肉。爆盛りって書いてる。豚肩ロース肉切り落としです。これは 700g 入って977円でした。安いな。安いかな。晩ご飯でだいたい使ってます。これなんかこれももう揚げるだけでいいやつなんですけど、チキンカツです。なんか疲れた時とかもうしんどい時にこれ揚げて晩ご飯にしたら楽かなと思って買ってきました。ちょっとこれを先に冷蔵庫に入れてきます。これはね。はい、次はこっちの袋紹介していきたいと思います。はい。1個目は1個目、はい。スライスチーズ。そうです。なんか今日の夜ご飯ハンバーグがいいっていう風にマーロンから LINE が来てたんで、それ用にチーズを買いました。子供はカレー。あ、パパだけ？あれか。パパだけハンバーガー。はい、次はなんか子供たちのおやつ。なんか最近すぐになくなっちゃうからいっぱい買ってるんです。買ってもな。すぐみんな食べるから。みんなはチョコ飲んで大丈夫なんです。はい、ポップコーンとこのなんかお肉の美味しいなんかじゃがりこみたいなガリってする音のやつと、でなんかこのポリンキーっていうお菓子を四角に、はい。とあとこれも買ってきた。ポッキーみたいな。プリッツ。プリッツ？ロースト塩バター味です。美味しそう。お菓子。
こんだけ。みんなの好きなバージョンもあります。なんか緑のバージョンもある。緑のバージョン。前美味しい。でも唇痛むからやめといた方がいいんだけどな。あー、緑のやつな。これも唇痛むからちょっと痛いから。これもなんか食べへんくなってん。これ塩ちゃうで。でもなんか唇痛い。痛いの？なんかあれやったら痛くなってて前。何？緑の方やろ？うん。あ、そうか。はい。次はベーコン。ハム。ハムじゃなくてベーコでもこれさ、腐って食べると死ぬ。ン。そうやな。でも前腐って食べた人おるね。誰？サメール。そうなん。なんか昔の家でなんかあれやん。覚えてるあれやん。覚えてない。昔の家で食べてたんや。そうな。もう何でも忘れた。はい、次。ニーナがさ、買いたいって言ったジャムのいちごの。これジャムのパンが食べたいから買った。いちごジャムです。懐かしい。ニーナが食べたかったそうです。ちょっとガラスやな。で、次は、はい、卵と、で、今日の夜ご飯またカレーにするので、カレールなんでカレーにするってーは、はい、人参です。野菜適当に、あとピーマンの大きいいっぱい入ったやつと、でなんかこの大きいネギです。ネギは多いんで、これはもう切って冷凍してお味噌汁に入れて使いたいと思います。こちらも薄揚げ。これもお味噌汁に入れるように買ってきました。これは辛いやつ。チリパウダーです。あ、ちゃうわ。チリペッパー。辛いやつ。次。ホットケーキミックスです。なんでや？ダリがなんかずーっとホットケーキ食べたいって言ってて、言ってるので買ってきました。丸いホットケーキを作って。そう、普通のホットケーキ。それやったらちょっとなんかさ、おしゃれのとこに、なんかおしゃれ、コンペイトーとかなんか上に乗せたらパラパラって。うまいな。だから美味しい。チョコペンとかいっぱい乗せたら。これがホットケーキにかけるシロップです。蜂蜜？ケーキシロップ。でビヨーン伸びるやつこしか。あと牛乳1本。少なくない？まだ家にもう1個あるから1本だけ買い足してきました。あとこちらがオイスターソースです。豚肉と野菜を炒めてよく晩ご飯、子供たちの晩ご飯にするんですけど、味付けのバリエーションがあんまりないんで、いつも同じような味付けになってしまうんで、ちょっと違う調味料も買ってこれで味付けしたいと思います。これつけてた？これはつけてない。口はこっち。いや、これは初めて。違う。これ初めて？つけんの？なんかちょっと買ってみた。こちらのごまですね。ごまちゃんのごま。ごまもスープに入れたり、なんか和えた時にパラパラっとかけたりしてよく使うので、ごま。お味噌汁にも入れてある。お味噌汁には入れへん。なんかスープ、中華スープとかに入れたりする。中華っていうの？業務スーパーといえばこの食パン大きい天然酵母の食パン、朝ごはんで食べるパンです。日なんかね、違うのを出さないと子供たちも飽きてくるんで、パン食べたりご飯と納豆食べたり、あと何食べる、お味噌汁とご飯で朝ごはんにしたり、パンにチーズ挟んで食べたり、いろんなバリエーションをするためにパンも買ってきました。
なんかおにぎりとか。あ、そう、おにぎりしたりな。今日の朝ごはんは卵焼きとおにぎりや。あ、そう、卵焼きとおにぎりやったり。あと最後2個やな。これ2個かお塩と、これがきび砂糖ですね。和食のレシピは砂糖を入れるレシピが結構多いんで、あんまり使わないんでなかなかなくならないんですけど、ちょうどなくなったんできび砂糖を買ってきました。今日買ってきたものは以上になります。あとこれだけ。あ、そうやな。これ、はい、教えてあげて。はい。これはな、いっぱい入るバッグ。何のやつこれ？何のバッグ？すみっこ。すみっこ暮らしっていう、ニーナが好きキャラなクター。好きなキャラクターやねんな。ハマってる。ニーナがハマってるキャラクターのカバンを見つけて、買いました。欲しいって何回も言われたんで買ってきまし中身た。はこんな感じ。かわいいな。こんな広い。はい。こっちもあるからめっちゃ。前のポケットも見せてあげて。前のポケットもさ、何入れんのカバン？なんか大きくなったら使う。今使えへんの？もったいないから汚れた。そう？どっかお出かけ行くとき使ったら？何？お菓子とかなんかこの。そうやな、お菓子とかハンカチとかリップとか入れて。乾燥するから。うん串とか入れるそうです。入れるからだって。あと今回の買い物なんですけども、ちょっと多すぎたかな。多すぎたよ。全部でなんて、はい、全部で35点買って、レシートの長さはこんな感じ。こんなんです。35点買って7879円でした。これ読めるかな。なんかそんなに大したものをいつも買ってないんですけど、みんな家族が多いんで結構すぐに6人やから食べ物がなくなって冷蔵庫がすっからかんになるんで買い物に行ってます。はい。そんな感じです。こういうハッピーホース言って。一緒に言おうや。アディオスなので、アディオス。さっきも出てきたんですけど、コロナにあったことやのママが教えるって言ったから教えてます。はい。聞いていいね。はい。もうあいや。にゃい貸して。はい。もうちょっとご存知の方も多いと思うんですけど、先週15日、16日ぐらいからずっとインスタグラムとかも更新してなくて YouTube のアップロードもできてなかったんですけど、実は家族みんなコロナに感染してしまって自宅で療養してました。で一番初めなんですけど8月の17日ぐらい17日かなニーナが初めお熱出てその時は発熱と頭痛かったよ。頭が痛かったのと、あとずっとちょっとお腹が気持ち悪いって言ってて、まさかちょっとコロナにかかってしまったとはその時思わなくて、病院には一応行ったんですけど、コロナの検査をニーナはしなかったんで、多分お腹の風邪かなっていう感じで病院行って、それでお腹の痛さ
終わったんですけど、ニーナの熱が2日ぐらい続いたんかな。で2日ぐらい続いてニーナのお熱が落ち着いた時に、次に私とジョアンが熱出てきて、なんかこれはおかしいと思って、私とジョアンは多分コロナかなって思ったんで、病院に行って検査してもらったらコロナ陽性やったんで。陽性って何なの？陽性ってコロナっていうこと。陽性って陽性がコロナした。その陽性じゃない。悪い陽性になって後から考えたら多分ニーナもコロナやったんかなっていう感じです。そのニーナが、まあ、コロナじゃないと思ってたんで、家の中でちょっとまあ家のエアコンある場所とかもちょっと限られてるんで、まあ、ちゃんと隔離できてなかったんで、結局みんなに移っちゃったんですけど、私とジョアンが熱出て、でまたその2日後ぐらいにサムエルとダリとあとマーロンも熱出たやったかな、なんかしんどい、サムエルとダリは熱出て、マーロンもちょっとしんどいみたいな感じで全員、まあ、結局ニーナは検査ちゃんとしなかったんで分からなくていいんですけど、まあ多分コロナやったと思います。みんなに感染して。でもニーナさんも治ったよ。うん、治った。ちゃんと療養期間も終わって、みんな重症化することもなく元気になったんで、皆さんにご報告したいなと思って今動画を撮ってます。コロナの感じなんですけど、なんかよく聞く、なんか咳が出るとか肺が痛くなるとか、そういうのはなかったんですけど、私の場合は熱が最高で 38.5 度ぐらいまで上がって、で1日目はすごい体がだるくて、特になんか足がすごい痛くて、で頭も痛くて、まあ、ずっと一日中寝てたんですけど、なんかちょっとしんどすぎて寝るに寝れないっていう感じで、1日目は病院も行けずに自宅で寝て過ごしました。ちょっと横になってずっと休んでる感じやったんですけど、2日目は熱がちょっと下がって 37.7 とか、なんかそういう感じ、7度の後半ぐらいの熱が続いてて、まあ、ちょっと動けるような状態になったんで、私もそうなんですけど、ジョアンがお熱結構高くて 39.4 度とか、なんか高熱が続いて、ジョアンもしんどくて寝れないとか、そういう感じやったんで。泣いてたずっと。泣いてない。しんどそうやった。どんなん？ぐったりしてた。なんか頭が痛そうだった。うん。そうか。そう。しんどそうやったんで、心配やったんで、早く病院に連れて行きたいと思って、まあうちの家はちょっと山の上にあるんで、車に乗ってで病院に行かないと歩いて行ける距離にはないので、病院もちょっと遠いから、でマーロンは運転免許がないんで、私が行くしかなかったんな。だからみんなを連れてでまあ2日目はちょっと元気になったんで、まあなんとか運転もできる状態ですぐに行けた、病院に行けました。で、抗原検査、鼻にグリグリって綿棒を入れてやるやつをやってもらったんですけど、でもう2人とも、ジョアンと私と2人とも陽性になって、コロナですっていうことで。でコロナっていう風になったら今の日本では、10日間隔離っていうんですかね、なんか隔離 しないといけなくて、学校とか仕事とかを休んでくださいっていう風になってます。まあ10日間ですね、きっちり休んで、
隔離期間も無事終わって元気になったんでよかったんですけど、熱自体は2日ぐらいで引いたんですけど、あともうやっぱりちょっとしんどくて何日間かな、結構ずっと1週間ぐらいかなはなんか体がしんどくてあんまり動ける状態ではなかったんですけど、家で休んでました。そう、もうあれ仕事な。うん。でしんどいからちゃんと治るんかなとか結構心配やったんですけど、まあ、10日きっちりぐらいでなんとか治った感じです。で子供たち、特にサムエルとダリはなんか1日だけガーンと高熱が出て、でもうその次の日には熱が下がってすごい元気になったんですけど、10日間外に出たらいけないっていう風になってるんで、ずっと家の中にいて過ごしてました。なんかちょっと声がなんかガラガラかな、ちょっとまだ少し喉がなんかちょっと胃がするっていうか、ガラガラ喋りすぎたらちょっとこんな感じで少しガラガラなってる感じになります。ちょっとなんかコーヒー元気になってきた頃にコーヒー飲んだ時にコーヒーの味がなんかすごい変に感じてなんか味覚障害とかってよく聞くと思うんですけど、なんかこれかなっていう感じのはありました。コーヒーの味がなんか変に感じるっていう、なんかあんまりちゃんと美味しいって思って飲めなかったのが何日か2日間ぐらいありました。3日間か。皆さんも気をつけてください。うん、そうやな。みんな気をつけてください。なんか今まで何年ぐらい2年とか3年ぐらいずっと感染しなくていけてたので、なんかこのタイミングでまさかなるってちょっと思わなかったんですけど、でも陽性が来た。陽性は来てないけど陽性になっちゃったんで、もう皆さんねすごい気をつけてると思うんですけど、なると思わんかったんです、この家族。そうやんな。まあそんな感じでまた元気になったので動画もアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。